君の設計面白くないねみたいな。で2代目の建築責任者に任命されたのがガウディ。サグラダ・ファミリアの今のデザインが提案されて、彼が言ってるお客様は神様のことで、神はお急ぎじゃないっていうのが。はい、じゃあ今日なんですけども、2026年サグラダ・ファミリア完成するやしないやの話あるじゃないですか。もうほんまに完成するのかって話ですけど、完成すると思いますか？ちなみにしてほしいとか言ったら別にして。いや、するんちゃう？あ、します？だってガウディが亡くなってちょうど100年だから、みんなそこに合わせたいと思うしね。ちょうどキリいいし、何としてもみたいなところあると思うんですけど、そうだね。実際じゃあもう完成しますってで、こう見に行く人とかも多いと思うんですよ。なんですけど、普通の人たちは何をどう見てどこがすごいと感じればいいのかがわからない。もちろんその見てうわでけえすげえが限界なんですよ。どこを見たらこう楽しめるのかとか、そもそもサグラダ・ファミリアで持っておくべき基礎知識的なところとか、そこをちょっと聞きたいです。わかりました。はい。すごいところは、大きく分けて3つかなと思ってて。3つ。サグラダ・ファミリア自体が例えば宗教的な建築で、カトリックの大聖堂だから、その聖書を表してます。聖書を表してる、いわゆる聖書に書いてある出来事を石の彫刻を使って読めない人でもビジュアルで分かるために石の聖書みたいな立ち位置で作ってるものであって、他の教会と比べてちょっとデザインが特殊っていうか、彫刻で成り立ってる外壁がいろんな面があるんだけど、ガウディが生前作ったのが生誕のファサードっていうもので、それが一番古い外壁面です。東側かな。その反対側の西面が日本人の彫刻家の外尾さんがやってる。日本人も？そうなんです。後ほどその辺の話もできたらいいかなと思うけど、全然テイストが違って、それが見てて面白いね。時代が違うんで、その作ってる感じが全く違う。よくある教会の雰囲気はどっちかというとガウディがやった面が近いんだけど、受難のファサードの方が新しくて、なんかちょっとモダンな感じ、抽象的な感じに造形されてるんで、それも見ものかなと思います。あともう一個は、光で、光をどう表現しているかっていうと、18本の塔が立つんですけど、完成すると。で一番真ん中にでかい塔があって、キリストの塔って言われてると思うんですけど、そこから、十字の方向に光が飛ぶんですよ。で、ただの十字架じゃなくて、空から見ても十字、斜めから見てもどの面から360度どの面から見ても十字架に見えるような感じで光が出るっていうデザインしてて。そんなんできるんですね。でそれが、海までこう照らすっていうところで、船乗りとかのためにも意識してデザインしてると思うけど、それをガウディが生きてる時代にそもそもできるような技術がなかったんですよ。それを考えてたけど、自分たちの時代では終わらない工事っていうのはもともともう分かってたけど、ただその後世にそれを引き継いだら技術の進歩とかやれる人がいっぱい出てくるからできるんじゃないかっていう風で、それをデザインとして残してて後世にバトンタッチしたっていうのが自分の中ではすごいなと思ってて、それがもう一個で、あと音の面で言うと鐘がつくんですけど、でそれも電子ピアノみたいな電子オルガンみたいなものを鳴らすと連動して鐘が鳴るっていうシステムがガウディは構想してて、それもその当時の技術じゃ無理なんだけど、音を鳴らして街中に鐘を鳴り響き渡らしてあげたいっていう願いがあって、それを叶えてるものが、来年なり再来年になりできるというふうに言われてるんで、それはめちゃめちゃ楽しみだなって思ってます。一旦彫刻を見るっていうところと、光と音、そう基礎基本この3つを見ろと。そうだね。外側は聖書を表現してて、中入ると全然空間が違って、森の中みたいな感じを表現してるって言われてて、光が差し込むんですよ。この光を放射するのとまた別で、光を、ステンドグラスみたいなものでカラフルな感じで木陰みたいなのを表現してて、発射も
木の幹みたいなデザインしてるし、自然界を表現してるって言われてます。ガウディが最初それをもうこれでいきましょうっていうのを出した。いや、ガウディは2代目の建築責任者で、もともと初代の人がいたんだけど、ただで設計やりますっていうふうに言って、仕事を受注したんだけど、なんかそのクライアントに当たる人が「君の設計面白くないね」みたいなただでやってくれるのはいいけど全然面白くないねって話になって、それの弟子がクライアント側についてそっちの責任者と揉めて、初代は退きます急になんか俗っぽい話さっきまで光がとか言ってたのに実はそういういきさつがあって、で2代目の建築責任者に任命されたのがガウディで、そこで、サグラダ・ファミリアの今のデザインが、提案されて、それの元に作っていこうって話になった。作った段階でさっきも話したようにガウディはもうこれ生きてるうち無理だなって判断したわけじゃないですか、すごいですよね。そうだね。ちょっとガウディも変わってる人物ではあって、もともと体が幼少期から悪くて寝たきりに近い感じ、リウマチを患わってたって聞いたから、あんまし長時間動けなくてベッドで過ごす時間が長くて、で家の窓から見える景色を眺める時間も多かったから、自然に観察眼が養われたのと、時間があるから、本を読むのが好きで、聖書を読んでたっていうのが一番バックボーンにあって、それの流れから、自然界、例えば虫とか植物とか、細いのに強いとか、自然な形で表現する、彼のデザイン手法はそこから来てるっていうのはなんか割と納得いくなと思ってて、そういうのがあって今の元となってるサグラダ・ファミリアのデザインに至ってるっていう感じです。ガウディってそもそも名前は知ってるんですよ。他って何作ってましたっけ？一番最初は、街灯のデザインかな。街灯のデザイン、パリ万博の街灯のデザインから始まってて、そこから、建築じゃなくて家具とか公園の街灯をデザインして、そういう家具とかのデザインして、で家具を展示した時にグエルっていう大事な人物と出会うんですけど、グエルが建築がすげえみたいになって、でそこから、グエル邸作ったりとかカサミラ作ったりとかカサバトルやったりとか、そういう住宅を手掛けていくことになってます。その中で安田さん、ここがやっぱガウディすげえなとかあるんですか？デザイン的にやっぱ自然界に直線がないから全部有機的で、しかもそれが何かのモチーフになってたりとか、カサバトリョでいうと海をモチーフにしてて、でなんかこう深海の感じと、あとスペインの伝説とか語り継がれてる中でドラゴンが出てくるんですけど、そういうのもデザインモチーフで入れてたりとか、ドラゴンでいうとグエル邸の門が一番分かりやすいんですけど、アイアンで作ってて、もうどうやって動くんだろうみたいな重厚なものなんだけど、仕組みとしては結構こう軽やかに開けるもんで、機能性とデザイン性がめちゃめちゃマッチしてて、語り継がれてる話だと入り組んでるデザインだけど職人はなんか作りやすかったみたいな言われてて、職人目線でなんかそういうのも気にして設計してるっていうのはすごいなと思う。じゃあ本当にデザインとなんか実利の両立じゃないけど、そこを追求ずっとしてたみたいな。多分自然とそうなってると思うかな、彼の中で。そんなガウディが生きてる間は無理だって言って今もなお建築続いてるサグラダ・ファミリア、やばいっすね。やばいっす。だから詰め込みすぎたから時間的に無理だったのもあるし、なんか当時、産業革命を迎えて人口が増えたのもあるし、あとスペインが植民地を解放してキューバとかプエルトリコとか、その辺の、向こう植民地で、事業をしてた人らがお金を持って帰ってきたタイミングがあって、でそれで、バルセロナで新しい建物とか、住宅を建てていくっていうブームがあって、旧市街の周りに新市街ができてって、その中心部分に近いところにサグラダ・ファミリアがあるんですけど、そういうところの人らが祈りを捧げたりとか、
すがるところができるためにその辺をデザインしてるっていう流れは聞いてますね。じゃあもうその人たちが来たから最初作り始めたぐらいのスタンス。そう、人口が増えたからっていうのは結構あると思う。もうお祈りする場所ねえじゃんってなって、大きいの作ろっかってやってやりすぎたっていう。やりすぎたそうだから完成したら170メーターを超えるぐらいの高さがあるんで、今世界で最大の教会がサンピエトロ大聖堂、バチカンにあるやつ、あれを超えるって言われてるんで、最大規模になるんですけど、それくらいの規模のものを設計しようってやってると思います。じゃあさっきそれこそ、ガウディがまでこれでいきましょうと、でもう後世に託しますって作ったじゃないですか。でさっき日本人の方がもう入ってるみたいな話だったんですけど、そこ聞きたくて、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、なんで日本人っていう感じなんですよ。外尾悦郎さんって人で、彫刻家ではあるんですけど、もともとなんか彫刻やりたいけど美術の先生かなんかをやってたっていうのは、美術の先生、学校のそれを教えてたけど、なんか自分がこれをしたかったのかっていうところにふと気づいて、で、世界を旅した時にそのサグラダ・ファミリアに出会って、これはすごいみたいになって、そこでちょっと働かせてもらえませんかってところから平で入ったっていうか、バイトみたいな感じで修行みたいな感じで入ったところから、そこに携わるようになって、そこでいろんな仕事をしたりとか仲間とか職人と話していくうちに、信頼を獲得していって、建築の彫刻主任に今なってるっていう流れですね。じゃあ今現在進行形でまだ作るのに携わってたりとかもしてるって聞いてますね。下っ端から多分無償で働かしてくれっていう感じだったのかなと思うんですけど、そこから入ってこの彫刻のトップまで行くっていうのは実力もあっただろうし、人脈とか人望もあったんかなと思います。豊臣秀吉みたいな感じですね。そうだね後半43年間自分の人生の後半は全部サグラダ・ファミリアに費やしてるんだけど、不況があってスペイン全土でなんか不況のためにお金が回らなくなったりとか、サグラダ・ファミリアはもともと寄付で賄って工事費に充ててて、全部寄付なんですか？寄付とか、今だと配管料とか見学料を全部工事費に充ててて、その当時は別にそんなに見る人もいないし、いたとしても不況だったからそこにお金をかけれないで、職人に払えなかったらしいんですよ、給料を。それはそうなるっすよね。仕事とかが進まないからなかなか作れない。でもガウディはそれに人生かけてるから、建築家だけどボロボロの格好してその街中を歩いて渡っていろんな人に寄付を募ってて、厄介者扱いされてたと思うんだけど、そういう実際栄光じゃないのが晩年あって、でそのタイミングで年はちょっと定かじゃないけど、である、70何歳かなのタイミングで、その日も寄付金を募って歩いている時に路面電車にひかれます。路面電車にひかれます。それは自分が朦朧としてたのもあるかもしれんし、疲れてたのもあるかもしれんし、年を取って早く渡れんかったのもあると思うんですけど、僕の誕生日6月7日なんですけど、6月7日に路面事故に事故るんです。で、格好が格好で、ホームレスみたいな格好をしてて、神の建築家って言われたガウディなんですけど、実際服装がそうだったから、路面電車にひかれて頭から血を流してるのに格好が汚いからタクシーが止まってもそんな汚いやつ乗せれねえみたいな感じで、そうっすよね、タクシーが 4,5 台スルーされたらしくて、で、運べない感じで、ついに運べたタイミングが夕方5時とか6時に事故あってて、運ばり込まれたのがその日の夜中で、長時間そういう処置をされない状態だったから、それが致命傷となって3日後亡くなるんですけど、そういうことをしてでも建てたかったっていうのは建築家としてすごいなと思うし、なかなかできることじゃないかなって思いますね。もう本当にその名の通り命をかけて設計したわけですもんね。そう
で盛大に葬儀も行われたけど、そういう話があるから100年ちょうど経つ2026年に完成できそうっていうのはなんかこう運命的なものもあると思うし、トータル140年間ぐらい工事しててやっとできるみたいな感じになってるけど、それはなんかこういろんな思いが積み重なって完成に至るっていうのはもうストーリーとしてすごいなって思いますね。安田さんの話とかでもあるんですけど、こう一つこうできた完成物のここがすごい、ここが綺麗とか、以前のなんかそういうストーリー的なところを聞くとかなりこうなんかまだ同じものを見ても違うというか、そんな感じはありそうですね。そうだね。でガウディが生きてる時はなかなか工事が進まなくて、なんか周りの人からいつ完成するんだいって聞かれた時にガウディが答えてたのは、自分のお客様は急がれてないって答えてて、自分のお客様って言ってる彼が言ってるお客様は神様のことで、神はお急ぎじゃないっていうのがなんかすごいストーリーとして綺麗だなと思うし、なんかその話を聞いた時鳥肌立ったねって感じ。確かにかっこいい。かっこいいよね。完成してないからこそ人が訪れてバルセロナが潤って今でいう大都市になってて、結果建物としては未完成だけど、その街に対してとか人に対していい影響を与えてる建築の最上位かなって思うし、そういう建築は建築家冥利に尽きると思うし、自分もそういうものを作っていきたいなっていうのはありますね。サグラダ・ファミリアは生きているうちに完成しなかったものの、バルセロナっていう街を作ったのはもうガウディですよね。そう考えたらそうすごいよね。すごいですね。それ知ってるのと知ってないのにだいぶ違うですね。またなんかここまで行ったらただなんかすげえと思ってたところですよ本当に。だから完成したらそういう物語がこう映画とかでやってもドラマとかでやっても面白いかなと思うし、ネットフリックスやってほしいね、やるだろうしね。めっちゃお金かけてやってほしいですね。そういうものですね。じゃあ次はですね、ちょっとサグラダ・ファミリア会また現地で撮りたいですね。そうだね。完成して撮りたいですね。完成してちょっとカメラ入れるか分かんないですけど完成したら撮りましょう。行きましょう。はい。一旦その冒頭の話に戻ると、まず壁画というか彫刻と光と音、この3つ見とけばが見物かな。見物になるし、そこを中心に見れば結構楽しめるというか。そうだね。で見に行くからにはバックボーンを知ってもらうとよりなんか凄さが分かるというか、聞いた話によると140年以上工事してるけど工事で死亡事故0件らしくて、あんな高層建築で、それはなんかすごいし、すごいですね。なんかその辺は、ガウディが生きてた時はもちろんなんだけど、やっぱ職人のモチベーションを上げるのが上手で、そうなるといやいややってるっていうよりかはこれを自分の使命として職人が作ってるってなるとやっぱこう集中してやるから、危険なこう注意散漫なことが起こらないから、結果として無事故、に至ってるのかなっていうのは推測なんですけど、それもすごいなと思う。すげえ。ガウディ会も取りましょう。じゃあネタがどんどん増えていく。そうだね。そんな感じですかね。そんな感じっすね。ガウディ会は。ガウディ会。サグラダ・ファミリア会は。そうですね。ガウディ会これから多分これから取るんで。そうだね。はい。なんかいろんなことについて、自分なりには知識あるので、コメントとかでも、こういうこと聞きたいとか書いていただければそれについてお話しさせていただく回も準備すると思いますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメントのね。コメントに、何でもいいですもんね。何でもいいです。OK です。わかりました。お願いします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。